こんにちはったらこんにちは。いつもです。一週お休みして申し訳ありません。多分ですね、コロナにやられて、高熱出して寝込みました。久しぶりにですね、39度とか出ました。しんどかったです。皆さんもコロナとかインフルエンザとかには気をつけてください。さて今週は、プログラムを書く上では避けては通れない、配列とか文字列とかの話をします。なるべくわかりやすく進めていくつもりなので、ついてきてください。何か質問とかあったらですね、コメント欄にどうぞ。はい。ではですね、資料の方で説明していきます。主婦に教えるマイコンプログラミング9限目ですね。とある配列のインデックスというお話です。よいしょ。で、配列とは何ですかっていう話なんですけど、配列っていうのはですね、変数を並べて一塊にしたものです。これ例えばですね、小テストっていう配列を作ったとします。で、それはですね、イントっていう型を持って、で、ここからですね、小テストの点数が入ってると思ってください。で、イントの箱が全部で、0から29なんで、この場合はですね、30個の、イントのこの塊になります。でですね、ここに書いてありますように、変数と同様にイントやチャーなどの型があって、で、宣言して使います。これですね。これはイントという型の、小テストっていう名前の、30個の配列になります。これですね。さっきの30個の配列だったら、イントの小テスト、名前ですね。で、ここにですね、こう、括弧をつけて、で、30個っていう風な、宣言の仕方をします。で、使い方なんですけど、ここですね。ここに入ってる数字をインデックスといって、宣言の時には30個の配列ですよっていう宣言をして、実際使う時には、この小テストの0、小テストの1、小テストの2っていう風に番号を振って、その中に数字を入れていきます。例えば、小テストの括弧0は72点とかですね。61点とか59点とかですね。っていう風にやるとですね、この1個の小テストっていう名前の配列で、イントの変数が30個使えます。で、ちょっと注意なんですけど、インデックスは0から始まるので、最終は29になります。30個ですからね。配列は30って宣言しますけど、最終的にはインデックスは29までしかありません。ここですね、間違いやすいので注意です。はい。それでは、配列の中身を表示させるプログラムという例題で、実際にこの配列をどう使うかというのを、説明していこうと思います。で、ここが、宣言の形ですね。イントの小テストの30、イントの、変数を30個宣言しています。で、その中身を入れていくことに、さっきみたいにイント、小テストの0イコールなんとか、1イコールなんとかって入れていくのはすごく大変なので、こういう形で入れることができます。イントの小テスト、括弧30イコール、中括弧の72、61、59っていう風にですね、書いていくと、小テストの0、1、2、3っていう配列の中にですね、この数字が1個ずつ入れられていくという風な形になります。で、このいっぺんに入れるやり方はですね、最初に宣言するときにしか使えないので、そこは注意が必要です。で、実際この配列の使い方なんですけど、この後ですね、セットアップでシリアルをちょっと宣言しまして、で、実際にはですね、この、例えば for loop を使って、イントの i が0から、30未満、29までですね。で、i を1個ずつインクリメントするっていう風なやり方をすると、シリアルのプリントラインで、小テストの括弧 i ですね。で、i は、0から29まで1回ずつ増えていくので、このループがぐるぐる回っていると、シリアルにですね、この小テストの中身が1個ずつ表示されるという風になるはずです。で、
ループはですね、今回何もしていません。ではですね、これを、実際に動かしてみましょう。はい。ではですね、さっきのプログラムを実際に使ってみます。で、Arduino IDE の中にですね、さっきのプログラムをすでにコピペして貼り付けてあります。ここは、小テストの配列の宣言ですね。で、シリアルを、宣言して、で、for loop を回しています。で、i の中身はですね、0から29までインクリメントします。で、小テストの中身が表示されるはずです。では、やってみましょう。これ。して、書き込みが完了しました。この状態でですね、ツールのシリアルモニタっていうの、これですね。これを選んでやると、よいしょ。はい、ありましたね。これちょっと数字小さくて見えづらいとは思うんですが、72、61、59っていう風にですね、ここの数字が、表示されているのが見えると思います。ちょっと動画では見づらいかもしれないけど、実際にですね、自分の画面で、確認してもらえるといいかなと思います。はい、これが、シリアルで、配列の中身を表示するやり方でした。はい、では次にですね、文字列も実は配列なんだよっていうお話をします。で、例えばですね、char の型で、hello っていう配列で16文字分宣言したとします。でですね、この hello の0に h、hello の1に e、hello の2に、I じゃなくて L ですね。を入れてあげます。まあ、要するにこんな風にですね、配列の中身に Hello World っていう風に入れてあげるんですね。で、文字列の最後は、この、ヌル文字って言うんですけど、/0を入れるのを忘れないようにする必要があります。まあ、意識しなくても、プログラムを自動に入れてくるときもあるんですけどね。で、下についてるのは相変わらずインデックスですね。この辺インデックスと言います。で、これいちいちやっぱ一文字ずつ入れていくのはめんどくさいので、char の hello の括弧16の hello world を、ちょんちょんで区切るんですね。これでくくって、書いてやれば、この配列の中にこの文字列を入れてくれます。で、最後のヌル文字も含めてですね、入れてくれるので、まあ、この方が便利といえば便利です。で、この書き方もですね、宣言の時にしか使えないので注意が必要です。文字列も実は配列だったよっていう話でした。はい。ではですね、文字列っていうのは実は配列だったんだよっていう話だったんですけど、今度はさらにですね、その文字列の配列、要するに配列の配列ですね。これ二次元配列って言うんですけど、その、作り方とか使い方の話をします。で、この文字列ですね。まあ、この配列を複数扱いたいときですね。は、こういう書き方をします。例えば、char の、hello 2D、二次元配列を意味してますけど、で、この括弧をですね、2つ並べるんですね。例えば、文字列を2つ扱いたければ、ここですね。ここに、まず括弧2の括弧16。要するに、16文字の配列が2個並ぶよっていう風な書き方です。で、そこに、この Hello World、ちょん、This is Arduino っていうのを入れてやります。こうするとですね、いっぺんに、2列分書き込んでくれます。ちょんちょんで区切って、振ってやって、で、ちょんで、コンマで、区切ってやります。で、そうすると、こんな風にですね、文字の char の配列が2つ宣言されて、で、上には Hello World、で、下には This is Arduino っていう風な文字列を書き込んでおります。
で、この例だとですね、16文字かける、2で32文字分の配列が用意されます。で、ポイントはここですね。配列の、名前の後ろに括弧を2つ並べると。当然これ2個だから次3つとかも3次元とかもできます。で、そうですね。インデックスを二重にして宣言すると、n×m 個の、要素が宣言できます。で、列をですね、複数扱いたいときは、こういう風なやり方をします。はい。ではですね、とあるクラスの30人分の生徒の名前と小テストの点数を、入れる配列を作ります。で、ここに、例題として書いてあるんですけど、もうですね、こっちがさっきの、小テストのテスト30人分ですね。で、こっちがその人たちの名前30人分です。で、当然なんですけど、手入力は諦めて、ブログとかからコピペしてください。実際やるときはですね。これ後で実習に使います。よいしょ。で、出席番号と名前と点数を表示するプログラムになります。で、やり方はさっきと一緒ですね。シリアルポートをまず宣言して、で、for ループで i の0から、29まで回してですね。で、シリアルプリントの、まず i ですね。出席番号を、表示するために i を表示します。で、この時にですね、インデックスは0からなんですけど、出席番号って普通1からだから、i に1を足すのがポイントです。で、1個スペースを空けまして、で、次にですね、名前が入った配列の、i 番目を表示してもらいます。で、またスペースを1個空けまして、次に小テストの点数ですね、の i 番目を表示します。で、スペースを空けて、このスペースなくてもよかったですね。で、開業を入れてます。で、これを30回ぐるぐる回すですね。よいしょ。これも実際に動かしてみましょう。はい。ではですね、さっきのプログラムを実際にやってみましょう。よいしょ。で、ですね、名前を格納する配列がですね、ここになります。一応ですね、カーソル見えるかな？よいしょ。32人分用意してます。少し余分ですね。に、名前の箱を用意しています。で、この佐藤さんから始めてですね、最後、岸本さんまで、30人分の名前がここに入っています。で、その後ろですね、に、点数を入れる配列。これはさっきとそっくり同じものです。これも同様にですね、32人分一応用意してますけど、データは30個しかありません。で、よいしょ。さっきと同様に、シリアルポートを宣言して、で、出席番号ですね。で、さっき説明し忘れましたが、1番とか2番とかですね、漢字を一文字入れてます。で、その後にですね、名前を入れて、なんとか3とか入れてよかったですね。で、シリアルプリントの点数を、表示してあげて、何点ってやってます。で、最後はですね、プリント ln で開業をかけています。3とか入れてみましょうか。これでいいかな。じゃあですね、コンパイルしてみます。これ問題ないですね。では、書き込んで実行してみます。よいしょ。はい、こんな感じですね。相変わらず字が小さくて見えづらいとは思いますが、1番。佐藤さん、72点。2番、鈴木さん、61点。3番、高橋さん、59点っていう風にですね、
出席番号と、名前と、点数が、表示されるようになりました。これ名前がローマ字なのはですね、説明のしやすさを考えてのことで、多分実はですね、漢字でもいけたんじゃないかなと思います。ですね、実際にプログラムを動かした結果はあります。はい。ではですね、今週も課題があります。で、今週の課題はですね、クラス全員の平均値を出すプログラムを作ってください。で、ヒントはですね、平均値を出すには、全員の点数を加算して、人数で割ればいいです。なので、加算用の変数を1個用意して、その変数に足していけばいいですね。クラス全員の点数を。で、for ループで出せばいいかなと思います。で、例えばですね、インテグラル、これ積分っていう意味ですね。の、変数を、名前を用意して、で、プラスイコール小テストで0から29までぐるぐる回してやれば、ここにですね、全員の点数が加算された結果が出るはずです。で、この、結果が出たら、30で割ってやれば平均値が出るはずです。では、やってみてください。で、回答例はですね、また例によっていつものようにブログにアップしているので、参考にしてください。はい。以上になります。はい。今週は配列とか文字列とかについて勉強してみました。これになるとですね、数の多いデータを扱うプログラムを書くときにとても便利になるはずです。そういえばですね、今日 H2 ロケットじゃなくて H3 ロケットのですね、試験機2号機の打ち上げが成功しました。ですね、よいしょ。こんな感じですね。積んでいった衛星の分離も含めてうまくいったみたいです。よかったですね。非常に僕も嬉しいです。余談でした。はい。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。来週はですね、アイコンとブレッドボードを使って電子工作の基礎を勉強してみましょう。ではまた次回よろしくお願いします。